アンクラウドレコーズのコンポーザー KO と申します。物語を紡ぐ音楽作品というテーマで制作をしています。今年2026年4月末に新譜をリリースしましたセカンド EP 海に沈んだ街、こちらの表題曲の、プロジェクトの解説を今日はやっていきたいと思います。自分はですね FL スタジオという作曲ソフトで、制作をしております。今回の楽曲は全部でトラック数が68、ミキサーが51番まであるんで、大体50個ぐらいの楽器が入ってる曲になります。はい、こんな感じの楽曲です。楽曲のフルはね、YouTube とかで MV も公開してますし、各種ストリーミングで聴けるので、ぜひそちらをチェックしてください。一番ずっと登場するのはピアノかなと思うので、じゃあピアノから解説をします。こんな感じのちょっとねシンプルなちょっと儚い雰囲気のピアノのねコード進行があって、でサビに行くにつれてちょっとね刻みがどんどん入ってきてこう盛り上がっていくような雰囲気を作ってます。音源はですねネイティブインストゥルメンツのコンタクトに入ってるアリシアズキーズ気に入って使っております。でピアノは、自分で弾いたものを整理整頓してですね、ここら辺ねベロシティが結構バラバラに入ってるので、タイミングはちょっとダンスミュージック寄りにしたかったのでちょっとバキバキにクオンタイズをしているんですが、ベロシティだけはねバキバキにせずに手弾きの状態を残してる感じですね。一部こういうチャララーンみたいなフレーズの時とかこういうところはクオンタイズせずに生のね雰囲気の情報をちょっと残してる部分とかもあったりします。この辺もそうですね。楽曲の節目節目にシンバルをねリバースしたやつをこんな感じで入れてアクセントにしてたりとか、ちょっと空気感のあるパッドみたいな音も使ってます。これはコードね入れてサビの直前に幻想的な空間がガーってくる感じの音をこれで作りました。でパッドは、冒頭とかにもこんな感じで、これ多分あれですねパッドを逆再生した音に、ピンポンディレイを、入れて、そうですねネイティブインストゥルメントの、自分ディレイが好きなのでこのディレイで左右にポン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 ってね、空間が広がるように入ってます。イントロのプラッグはスパイアっていうシンセサイザーのプリセットにこのプラッグがこういう音が入ってて、こういう可愛い音がね入ってて、それをコードでアルペジオを作って、鳴らしたって感じですね。タラ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 みたいな。キックはこういうねハウスのキックを使いました今回は。あとは、ちょっと濁りがある部分とか広域のアタッキーすぎる部分をイコライザーで削ったりしてますね。でまた、冒頭のちょっとパッドに近いんですけど、このアルペジオの空気感のあるアルペジオ、こういうサンプルを、ただただ貼り付けてるって感じですね。だからちょっと部分的にね多分だけどコードが合ってないとことかもあったりするんですが、もうちょっとゴリ押しでこれないとねやっぱりちょっと寂しいですよね。あった方が絶対いいっていう。でこの盛り上がっていくにつれて、このプラッグが足されますが、
これもイントロと同じあれですね、手口というか、このコードを分散和音にしてこういう風に鳴らしてるっていう感じですね。なんかね、こうちょっと不思議な雰囲気が出るというか、そういうので気に入って使ってます。後半に行くにつれて高い音のブラックもレイヤーされて、でさっきの、リバースシンバルだったりとか、こういうねパッドの音とか、あとはこれはねボーカルをリバースした音ですね。はい、ボーカルの余韻かな、ボーカルに深いリバーブをかけて、でそのリバーブごと、リバースさせるとこういう音になります。でこうサビに向かってこううわーってこう盛り上がってくる感じの、はい、感じの構成にしております。そして、サビからですねベースが出てきます。で、サビの入りでシンバルをクラッシュシンバルをこういう風にねサビだぞみたいな、ガシャーンみたいなシンバル3種類ですね。このリレーがかかったシャン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 っていう音と、よりこうちょっと高いね空気感のある音と、でさっきのリバースした生音のシンバル、生音のアコースティックドラムのシンバルの音ですね。であとちょっと聞こえるか分かんないですけど、めちゃめちゃ低い音域のドゥーンっていう音が冒頭に入ってます。これハイハットですね。ハイハットがこういう風に刻みで入ることで、こうよりこう盛り上がってくる感じというかが出るので、で、こういうねちょっと古いレトロシンセサイザーっぽいアルペジオ、ヘビーロシティとネイティブインストゥルメンツの商品エボルブっていうちょっと古いシンセサイザーですね。2010年代なんかレトロシネマティックな雰囲気の音がたくさん入ってて、自分すごい好きなんですけど、アルペジオでね入ってます。あとはサビからこのスターって書いてある、あれですね、サビだからやっぱ高い音が抜けて入ってくるとサビっぽくなるっていうので、このちょっと星が光ってる感じの光を感じるようなベルっぽい音を使ってますね。いい音ですね。これもどっちかっていうとちょっと古い感じのシンセベルっぽい雰囲気ありますね。なんかねやっぱ今回海に沈んだ街っていうそのなんだろうな、こう海底遺跡とかそういうものをイメージしたので、ちょっとやっぱりなんだろう古さみたいなものがやっぱ楽曲に欲しいなって思ったので、そういう風な楽器を選択したんじゃないかなと思います。で1番が終わり、1番が終わって逆再生のピアノですね。大好きです逆再生であればあるほどね嬉しいんで、ピアノを逆再生した音を刻んでね入れてます。で、2番のサビからちょっとギターが出てきます。はい、こんな感じ。ギターはね自分はちょっと弾けないので、アコースティックギターの音源、ピックドアコースティックっていうネイティブインストゥルメンツのちょっとお気に入りのギターのねやつがあるんですけど、それをピアノの鍵盤でこういう感じでね弾いて、それを打ち込んだっていう、ピアノと一緒ですね。で、ピアノと違ってやっぱりちょっとギターの方が生っぽさいるなと思ったので、ピアノほどクオンタイズはかけてません。だからグリッドにね合ってないところたくさんあるんですけど、でベロシティもね打ち込んだままでちょっと複雑な雰囲気になるように、これをねちょっとねガチッとしすぎちゃうとどうしてもギターの方は
こうなんだろうな、電子音源臭くなってしまうんで、やっぱりちょっと生っぽい雰囲気の方が嬉しかったりするから、こういうのはねあえて補正しすぎないようにしております。ギターのハーモニクスの音、こういうね音を裏に入れてます。1番ではねこの役割を星っぽい音のシンセベルでになってたんですが、2番はちょっとですねギターのハーモニクスでそれを同じことをやってます。でこれがねピアノと一緒に重なると、ボーカルはですね、今回クイルさんっていう、今回で、3回目のボーカルのお願いになるんですけど、自分がリスペクトしているアーティストの方にお願いをしました。でですね、とっても本当に素敵に歌唱をいただいて、めちゃくちゃ歌うまい方なんです。聞いていただいたら分かる通り、どの作品もねめちゃくちゃ素敵なんでぜひ聴いてほしいんですが、変化のあるコーラスとかいろいろたくさん重ねていただいて、でコーラスワークについては自分もちょっと勉強中でいろいろね試行錯誤をしてる最中なんですけど、今回はですねクイルさんの方から提案もですねいろいろいただいて、ユニゾンコーラスが入ってたりとか、高いコーラスとかね低いコーラスとかいろいろ重ねて、一番重なってるところでね多分6本ぐらい重なってるんですけど、やっぱねメインボーカルだけでもかなりやっぱりもともと歌がうまい説得力のあるボーカリストの方なので、メインボーカルだけでも全然いいんですが、このコーラスが入ることでよりなんだろうな、ちょっと神秘的な雰囲気というかすごい重厚な雰囲気になって、めちゃくちゃ本当に頼んでよかったなっていうふうに思っております。コーラスはねなんかやっぱ重ねた時にこうより声の個性が際立つというか、すごい人間の声ってすごい立派な楽器なんだなって改めて思わされるというかね、すごいなんかこのボーカルデータいただいた時にもうこのままアカペラで出したいなぐらいのなんか雰囲気があったので、なんか本当にね、本当にありがとうございますっていう感じです。自分で作った時は自分で歌って仮歌取ったりとか、あるいはシンセサイザー V みたいなね一旦仮歌を作って、でそれでボーカリストさんに歌ってもらうことが多いんですけど、なんて言うんでしょうね、やっぱボーカリストで極めている方というか、それをずっと表現を模索している方が歌うと一つの表現としてなんかすごい情報量が詰まっている気がして、歌一つとってもこうそれが入った瞬間にこう魂が吹き込まれたみたいな感覚がすごいあって、主役というかね外せない部分だなというふうに思います。ね、先日 MV も公開したんですが、 MV は AVIUtil っていうねちょっと無料ソフトで自分は作っております。イラストをいつもちまちま描いてるんですが、その描いたイラストをこうね MV で、ちまちまこうやって動かしていい感じの情報量になったんじゃないかなと思っております。あとは MV のためにですね鳥の羽の絵を1枚描き足したり、ここだ、こう海にね沈んでいくこの少年の様子がこう光ってる鳥の羽みたいだみたいな、なんかそういう風景が作詞してる時に僕の頭の中に出てきたので、ちょっとぜひ MV 作る時はそれを絶対やりたいなと思ってたんで、羽のねこの白線画をまずその発光させてでアニメーション効果で若干震えさせてるんですよね。こうなんかなんだろう、羽だからゆらゆら落ちててほしいみたいなのがあって、で水の中だからやっぱり水の揺らぎが欲しいからってんでラフターをフィルターを入れて、であと座標軸いじりながらぼかしでね動かしてる羽をですねさらにカメラ制御で二重で動かしてるっていう、もう本当にね1秒あるかないかのシーンなんですけど、こういうところにめっちゃこだわって作ったんですげえ時間かかりました。でも結果的になんかものすごいこう自分がやりたかったニュアンスがこうやって出せたので、
ここのシーンだけでも例えば、羽は羽だし、上にねこの光のレイヤーがあったりとか、あとは、このプランクトン的なねマリンスノーみたいなこういうダストの成分があったりとか、あとはもちろん歌詞はそうなんだけど、この上のね海面からの光があったりとかでね、このね背景もね実はね水彩を重ねているんですよ。iPad で今回ジャケットイラスト CD ジャケットイラストを描いてるんですが、このジャケットイラストの水彩画を裏に重ねてその色がこう出てくるようになってる。だからこれがないと逆に普通のこうちょっと海の雰囲気になっちゃうんですけど、これがあることでよりこうちょっと色味がね僕の色というかになってるかなっていう、結構細かいところまでこだわって作っております。